現場ボーン。3連揚水ポンプを完成させ治水工事に取り組む我が町。新たに作った新築も加わり、さらなる発展を目指しましょ。新築は植林中なので適当に底下げ工事とかしております。貯水量はアップ。研究も大体終わって創意工夫への賛美も作れるようになったけど、場所が決まらないのでまた今度にしましょ。おい。水車の動力を無理くり揚水ポンプまで繋ぎましょ。長いシャフトで無理くり接続。丸太不足で作業が進まない新築も、ビーバーに運んでもらって作業させましょ。えっちらおっちら丸太運ぶ姿も可愛いな。愛らしい。なお、堤防作りのビーバーは地獄の労働です。うわ、今更だけどこの階段急すぎるだろ。片手で丸太を担いで階段を登れてやっと一人前のビーバーです。リンゴとか片手で握りつぶしそうだな。はっはー。相変わらずの爆破中毒者だな。今回は景観とか気にせず、綺麗な絶壁とかなんか作りたい気分。さよか。山越えのシャフトは最終的にはこんな感じで、揚水ポンプのシャフトと繋がります。こんな感じとか言われてもよくわからんぞ。ごめんちゃい。説明を諦めた模様。てへ。スクラップを入れていた倉庫がいっぱいになったので、地下倉庫を増築。そのうち鉱脈でも使うかもな。新築に作ってる堤防が一面完成。こっちは本拠地から作れるからすぐ終わったな。まあ急いではいないので新築でも地道に作ってもらいましょ。植林したメープルが成長するまでは進展しなそうだな。はっはー。用水路広くしてるのな。てか風車増えたな。こっそり増設しておりますー。あ、工業用に作ったつもりの地下倉庫に、食料めっちゃねじ込まれてる。ビーバーの行列ができちゃってるな。はい、食料全部禁止でーす。戻してください。二度手間。いのー、ちの水。ちょっとした干ばつでもすぐカッサカサになっちまうな。新築作ってビーバー増えたから消費する水の量も増えております。新築の堤防は足場部分ができてがっつり工事に入ります。こりゃ完成まで時間かかりそうだな。水車のシャフトの接続工事が完成。風の気分次第だけど一応3000馬力出てるな。まあ風止まると弱々なのでもうちょい水車も増やしましょ。だな。ほい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 。ちょっとどころかギッチギチに作ってるじゃねえか。てへ。ダム湖の水が溢れそうなのに放水されないなぁ。水門の高さ一段間違えてね。ああ。とりあえず放水。高さ一段間違えても一応調整はできるっておいバカ溢れちまってるぞー。あわわわわわー。だー、やってもうたー。さっさと水門閉めろよ。一応0.5上げたけど思ったよりも放水されちゃったみたい。深夜の大洪水。街の中心まで水浸しに。ここは放水先が細い用水路だから放水するときは慎重にやろうな。お騒がせしました。ダム湖の放水が思ったよりも使いにくいので、水源に続く用水路を工事しちゃいましょ。水源まで流して循環させちゃえば、とりあえず無駄にはならないかな。あ、洪水の対処してたら追加で作った地下倉庫に、また食料ねじ込まれてる。それさっきもやってたぞ。はい、食料全部禁止でーす。戻してください。また無駄に荷物運びさせおってからに。一段ずれてた水門もちゃちゃっと回収しますです。ダメではないけど気持ち悪いもんな。はっはー。うわ、爆破地か。ここを爆破したことでダム湖が奥の池に繋がります。お、ダム湖の水が流れてきてるな。いのー、ちの水。いい感じに緑地化もできたな。新築の作業次第だけど、この池と水源をつなげれば水が循環するかな？揚水ポンプの水も随分遠くまで来たもんだな。爆破で川幅を広げて水生農家を増築。水田綺麗だからついつい拡張したくなっちゃうよな。回収したダム湖の水門は、無事自動で放水できてました。お前手動でやるとうっかり溢れさせちまうもんな。てへ。そろそろ新築もがっつり工事したいので、もったいないけど遺跡のスクラップを撤去。植林したメープルも育ったし、ここから一気に建築だな。いっぱい作ってる水車はこんな感じ。あれ？あ、ビーバーこんなところで寝ちゃってるな。ぐっすり朝まで寝てました。お疲れ様です。歯車の在庫が500個ほどできたので、動力微妙な歯車工場を買いたい。
生産力が上がって建築が追っついてないな。ギッチギチの水車群、完成。ちょうどもうちょいで間伐終わるから、試運転が楽しみだな。ここの水車で60馬力くらい。てか結構動いてないのあるぞ。地形改善したら動くようになるかしら？あとシャフトも繋がってないっぽいから回収しなきゃ。こりゃ色々試しつつ改善するしかないんだぜ。すべての研究が終了したので研究施設を買いたい。発明家、今日からみんな、無職です。一句できたな。では鉱山と精錬所建てましょ。精錬所は結構動力使うのな。これで金属ブロック使いたい放題。使う予定は？ないよ。おい。新築の工事進まんなーとか思ってたら階段一段ずれてるだけだった。悲しいご発注。家の前の建築作業員の小屋と運搬員の拠点の位置が、なんか気に入らなかったので建て直そうかなー。中心に合わせて並べ直すのかな？家の前が狭っ苦しいので結局端っこに追いやった。おい。稼働した鉱山では歯車と加工板を消費して、金属鉱石がゲットできるみたい。建築前には700個あった歯車が在庫100個切ってんぞ。建築でも使っただろうけど、在庫増えるまでは労働者減らして調整しましょ。だな。精錬所の方は金属鉱石と木材しか使わないから適当に放置で大丈夫かな？はっぱー。水源への用水路もあと少しで完成だな。50サイクルぶりくらいの爆破事故。すまぬ。悲しい事故を乗り越えて作業は進む。ダム湖にも揚水ポンプを建設します。これがあれば間伐中も組み上げができるな。安定した動力が求められるので、鬼のようなハムスター発電でございます。これで揚水ポンプ1基分かよ。半端ねえな。新築の揚水路の工事も大体終わったので、水没させるための堤防工事も開始。結局ここは水没させることにしたのな。さあビーバーよ走れー。下半身を鍛えるのだー。新しいトレーニングセンターがオープンだぜ。そういえば回収した水車群は動いたり動かなかったり、もうちょい調整が必要そうだな。そしてダム湖の揚水ポンプも無事完成。これで水が循環できるな。ジャブジャブ水が出てきていい感じ。これは期待できそうだな。なお、終了時間外は動力なくて止まります。ダメじゃねえか。私としては3連揚水器より少ない量を、ダム湖から放水するさじ加減のつもりだったんだけど、思いのほか水量少ないみたい。一気じゃ間伐時に川を潤すほどの吸水力はないってことか。水源の少ないこのマップだとビーバー増やすのも危ないし、今後の開発にちょっと陰りが出てきたかも。まあ水没ダム作って水確保するまで、揚水ポンプの活用方法模索はお預けだな。水没ダムの工事の進捗はいい感じなので割とすぐできるかな？はっぱー。これでダム湖の水がある限り、常時水が流れることになるな。いい感じの緑地かー。揚水ポンプの方が放水場よりパワーあるし、ビーバーもいらないから緑地化するだけなら便利だな。無事水源に水が循環しております。動力がもっといっぱい安定して出せるならいっぱい作るのもありなのかもな。こっそり作った深度マーカーで水深をチェック。ダム湖の水も合流するから流量増えて洪水もあり得るな。結局流量は大したことなさそうなので風車も増設して24時間稼働を目指しましょ。使わないときは揚水ポンプ直で稼働停止すればいいだけだもんな。そしてただいま間伐中。間伐中も水が流れる、当初の目標は一応達成できたな。でも間伐終了前に川がカッサカサに。結局ダメじゃねえか。てへ。では間伐も終わったところで最後に街の様子を見ていきましょう。本拠地の前景はこんな感じ。遠くから見ても3連揚水ポンプは存在感あるな。今日もせっせと働くビーバーたち。そういや運搬員の拠点移築したから、家の前がすっきりしたな。ちょびっと拡張した水性能か。タイミングが合えばプールから綺麗な水蓮が見れそうなんだぜ。のんびり過ごすビーバーもいとかわいい。なんかほっこりするよな。動いたり動かなかったりする水車群。これ何気に2000馬力くらい出てたりします。頑張って作った3連揚水ポンプ。だが思ったよりもパワーはない。それは数で補うしかないのかな？
そして貯水ダムに溜まった水を汲み上げるための揚水ポンプ。干ばつ中も水を流せるのはいいよな。量はあれだけど。文句があるならマリサが汲み上げてよ。怒るな早口になってんぞ。これは新しいスポーツジム、じゃなくて動力は安定の回し車だな。ちんたら歩くなー。ダッシュだー。おいさっきのは私が悪かった。だからビーバーに無茶させるのはやめような。仲直り。鉱山と精錬場。金属ブロックこれでいっぱいゲットできるから、今までと違う建築方法も色々できるかもだな。無駄に長い鉄橋とか作ってみたいかも。面白そうだな。名前が決まる前に次回あたりに水没してそうな新築。名前くらいつけてやれよ。地区の中心色々と立て直すと思うのでこのままGO。哀れ。水没させるための工事は今回でほぼ完成であります。あとは水門周りだな。作業現場ではムキムキビーバーが丸太を担いで大奮闘中。みんな丸太は持ったかこら。ではのどかな風景を見ながら今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。励みになります。ムキムキビーバーたちがこれからも頑張って街づくりするからよろしくなんだぜ。では、またお会いできることを願って。またねー。